のちゃん、かみことでございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょ。セコガニっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、とりまして、本日の食材がこちら。セコガニ。っていうことでね、今の時期しか味わえないセコガニ買ってきました。これセコガニって何かと言いますと、ズワイガニのメスですね。皆さんが思い浮かぶズワイガニっていうと、このぐらいの大きさで足の太さも親指ぐらいある旅館とかで出てくるああいうのを想像すると思うんですけど、ああいう大きいサイズのズワイガニっていうのは全部オスです。ズワイガニのメスっていうのはもうこのサイズが最大ですね。甲羅もね、僕の拳より小さい。で、このセコガニのいいところっていうのは、こうなんたって卵がうまいんですよ。濃厚な内子と、このプチプチと弾けるこの外子。これですね。それがね、またたまらなくうまいので、今日はこちら食べていきたいと思います。で、ちっちゃいカニっていうのは、食べるのがちょっと難しいですよね。ただこれをきれいに食べる方法っていうのがあるんですよ。それね、香箱ガニって言って、甲羅の中にもう卵も身も全部詰めちゃう。そういう料理があるんですよ。まあ料理っていうか盛り方と言いますかね。見栄えもいいし、食べるばっかなのでとても食べやすいんですけど、ちょっとそれを作るのが難しいので、今日は香箱ガニの作り方をレクチャーしていきたいと思います。そしたらまずこちらのセコガニ、一度みんなボイルしていきます。そしたら軽くこうやってゴシゴシと洗っていきます。で、セコガニはね、こう挟まれてもね、全然痛くないです。もうこの子にはね、挟む力ありませんのでね。これね、あんまりビビらなくて大丈夫。で、これどんどん洗っていきます。はい、で、洗い終わったら、お湯の中に食塩入れていきます。海水より、若干塩分濃度薄めぐらいですね。で、甲羅を下に入れていきます。こんな感じですね。はい、そしたらカニが入ったら、浮いてこないように落とし蓋を沈めます。で、これでだいたい10分から15分ほど茹でていきます。はい、では10分経過しました。いい匂いが立ち込めております。うわ、うまそう。落とし蓋を外して、はい、このように真っ赤に綺麗に茹で上がってますね。これで OK。そしたらこれを一度冷やしていきます。そしたらこれまだ湯気が出てますんで、余熱を取って、蓋をして、冷蔵庫で冷やしていきたいと思います。じゃあ、キンキンに冷えるまで移動。半日ほど冷やしました。キンキンに冷えました。そしたらいよいよこちら、ばらしていきたいと思います。どれにしような。じゃあ、ひときわ目立ってるこれにしようか。2匹分を1個にしようか、今日は。じゃあ、2杯いきます。そうしたらまずは、こちらのふんどしをパキッと割ります。こうですね。で、この時、ふんどしの裏についてる、これが外子ですね。そしたら、この状態になったら、この足と足をこう持って、本を畳むみたいな感じで、こうやって、折り曲げます。こういう感じですね。そうすると、こうやって、パカッと取れます。で、ここにちょこっと見えてるオレンジ色の、これがね、内子ですね。この内子が成長して、こう、ふんどしの方まで行くと、こうやって外子になるんですね。だからまず成熟しきってない卵って感じです。で、この茶色いのがカニ味噌ですね。で、ここくちばしがありますんで、このくちばしはカコッと押して、取っちゃってください。こういう風にね、パカッと取ります。で、くちばしの周りにもこうやって内子ついてますんで、これ綺麗に剥がしてくださいね。こんな感じ。で、このくちばしのところは食べれません。で、甲羅の縁っこにも内子がついてますんで、これをほぐして取ってください。で、ここについてる内子もこの中に入れちゃいます。カニ味噌も入れていきます。結構入ってるな、これ。めちゃくちゃずっしりだな。ほら、もう内子だけで甲羅が満帆ですね。で、内子は一旦皿に置いといて、で、お次は外子ですね。外子って筋みたいなのに繋がってますんで、これスプーンで剥がしててください。こういう感じですね。はい、これが筋ですね。外子もね、結構取れるんですわ、これ。で、筋が途中で切れないように、しっかりと筋を取り除く。これですね。はい、これが外子ですね。内子と外子。同じ卵でも全然食感と味が違います。そしたら次はこちら。足ですね。まずここですね。ここガニって言って食べられませんので、こう取っちゃいましょう。こっち側にもついてますんで、こっち側も外します。で、このセコガニはね、あんまり泥がついてないんですけど、セコガニって取れるところが割と泥の多いところに住んでるみたいなんですよ。なので、泥があったらこうね、この段階で
布巾かなんかで拭き取ってください。この時に水洗いしちゃうと、カニの旨味が落ちてしまいますんで、乾いた布巾かなんかで取ってください。はい、そしたらこの状態になったら、ここの関節をポキッと逆に折って取ります。で、この中に入ってる、この筋を取るイメージですね。折って、ピュッとやる。折って、ピュッ。こんな感じですね。全部外していきます。ここにも肉はついてるんですけど、ここは出汁にしちゃった方がいいかなと思います。で、ハサミも取っちゃいます。ハサミも出汁。はい、こういう状態になりました。こういう状態になったら次は、ハサミでも包丁でもどちらでもいいんですけど、ここら辺から思い切って、バシッと切ります。ここら辺ですね。バシッと。こういう感じでどんどん切っていきます。こんな感じです。そしたら足の処理は最後にして、胴体いきましょうか。胴体は手で押さえて、で、包丁でこう入れていきます。で、こう立てて、半分にザクッと切る。手で押さえて、こっちの開けた方に包丁を入れて、で、入ったら真っ二つ。こんな感じ。そしたら真っ二つにした胴体を、こうやって箸かなんかで、こうやってほぐしていきます。こう割っちゃってあればね、簡単にほぐれますんで、こうやってちょっとね、めんどくさいかもしれませんけども、丁寧に落としていきましょう。結構ね、身取れるんですよ、こっからも。こんなに身が取れました。これが4つ分ありますんでね、バカになんないですよ。はい、このように取れました。そしたら最後、この足ですね。もうさっき筋は抜いてありますんで、この中には身が入ってるだけです。で、この身の抜き方なんですけど、この太い方と細い方あるじゃないですか。この細い方から箸かなんかこうやって入れて、ニュってこっちから出していくやり方とか、いろいろあるんですけど、おいおい、ちょ、やめよ、お前。やめよ、お前、そこ。乗るの。ダメです。ダメだよ。今回は一番失敗が少なくて綺麗に取れるやり方、紹介します。これもう真っ二つに割っちゃいます、ここで。まずブスッと刺して、こういきます。で、半分割れたら、こうですね。こういって、反対向けて、こうですね。そしたらこの切った身を、こうやって形が崩れないように、できるだけ棒状のまま取り出していきます。こういう感じ。綺麗に取れましたね。これはね、細い方から取った方が綺麗に取れるな。そうですね、細い方からいった方がいいですね。ちょっと太い方からも取ってみましょうか。あ、いかん。これね、必ず細い方から取った方がいいですね。うん。こっちから取った方が綺麗に取れる。で、この赤い方を向けて、こうやって置いていきます。こういうね、地味な作業って何気に好きなんですよね、僕。よいしょ。はい、ではこのように棒肉状にできました。で、足がちょっと欠けてて、1杯分だと少なかったんで、2杯分使いました。今からこの身を、この甲羅の中に全部入れていきたいと思います。どういう風に入れてもいいんですけど、まずは外甲を上の方に置きます。こういう感じね。そしたらお次、こっち側に内子を持っていきましょう。内子がね、ほんと大半占めてますんでね。こんな感じ。内子と味噌が入りました。ボコッとね。で、ここにちょっと空いてるところに、カニの胴の身を入れていきます。お、ぴったり。そしたら最後、ここに足の身をドンと乗っけます。よっと。こんな感じですね。で、これだとちょっとブサイクなんで、こうやってはみ出てるところですね。こういうところをカニの甲羅にこうやって押し込んでいきます。そうするとね、ぴったりフィットして見た目が良くなりますんでね。こういうところですね。こうやって入れていきます。はい。こんな感じですね。で、よりおしゃれにしたかったら、ここに金箔をちょっと乗せたりすると、品が出ますよね、またね。はい。はい、これで、セコガニの香箱盛りの完成。はい、じゃあ完成。
いただきます。よっしゃ、食べていこう。せっかくなんで全部作ったんですけども、めちゃめちゃ時間かかった。真剣に作業したい時はカメラ止めてやるんですけど、カメラ止めて淡々とやっても1時間半かかりましたね。そのぐらいカニの香箱っていうのは手間がかかるんですよ。だからお寿司屋さんとかで食べると高いんですよね。手間賃と技術料、これかなり入ってます。さあどうでしょうか。銀粉もあったんでね、金粉と銀粉で金銀で仕上げてみました。めちゃくちゃ豪華でしょう。一人でこんなに食べてもあれなんで、今日は一つだけいただきたいと思います。これラップしておけば冷蔵庫で1日2日持ちますんでね。せっかくなんでね、すだちも持ってきました。で、香箱ガニの楽しみ方。まず一つ目は、このプリプリの足肉。ここを贅沢にいただきましょう。こちら、剥くの大変だった。いただきます。ジューシーでうまいね。とても食べ応えがあります。うまい。ただ、オスのズワイガニと比べると、身の旨味は劣りますね。十分美味しいんですけどね。比べたらっていう話ですわ。次はこちら。もうセコガニはこれを食べるために買ってるみたいなとこですね。この濃厚な内子。これは本当にうまいからね。いただきます。うまい。このホックホクで濃厚な内子。たまんないですね。で、塩加減もバッチリ。うまい。で、このまた味噌がついてることによって、この味噌の旨味も相まってね、もうなんとも言えない美味しさになってる。次はこちら、外子。僕前まではね、カニの外子って、そんな得意じゃなかったんですけど、このセコガニの内子はね、うまい。いただきます。聞こえますかね、これ。このプチプチが歯に当たるたびに、シャキ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 って言うんですよね。この食感が楽しい。味という味はね、そんなにないんですけどね。もう外子は食感って感じです。で、僕の好きな食べ方は、この内子に、こう外子を乗せて、内子に外子のプチプチ感をプラスするんですよ。で、ちょっとすだちやなんかもかけると、また爽やかになるんですよ。これでいきましょう。めえ。次こちら、胴のみですね。あ、胴のみうまい。胴体の身の方が旨味が強い気がする。はい、ということで今日はこちらのセコガニの香箱盛りときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でんゲームのやつ。今日はこういうグラスでいきます。視聴者の方からいただきました。こうやってご丁寧にこう、泡とビールの比率まで書いてくれてありますね。これがビールの黄金比率だって書いてあります。今日はこのぴったりで狙っていきますか。まずは上から落とすと。待つ。そしたらそろそろっと入れていきます。わー、ちょっといけるな。あ、いい感じいい感じ。このまま立てていって、よし。お、完璧。これがビールの黄金比率7対3ですね。いただきます。今日一段とうまい気がする。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は今の時期しか味わえないセコガニを使って回らないお寿司屋さんとかでよく見かける香箱盛り作ってみましたけども、とにかく食べやすい。カニってこう食べるとき手が汚れるんですけどね、ああいう風に調理してやるとお箸一本でとても食べやすいですね。ただ作る側はあれめちゃくちゃ手間かかるなと思いました。8個作るだけで本当に大変だった。今の時期スーパーとかお魚屋さん行くとセコガニ売ってると思いますんでね、皆さんもぜひぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。